こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回は前回のサロンワーク動画の続きです。今回はいつもよりお客様の周期が早くて3週間ぐらいで来ていただいたので、ベースの長さ出しをしたスカルプチャーのアクリルを残してリペアという元々の土台を残してつなぎ目をスムーズにしてからまた上からニューセットするという技術を使った、前回のリペアをするための動画と、今回はその上からニューセットしていきます。楽しみ。もうねちょっと動画はさっき過ぎちゃったんですけど、今回はプレプライマーは地爪の部分にのみ塗っていきます。プレプライマーがしっかりと乾燥したらベースジェルを塗っていきます。結構リペアの大事なところはこの辺りからすごいね効いてくるんですけれども、ベースの残している土台と地爪をいかにスムーズに削っておくかがとっても大事です。スムーズに削れていないとこの時地爪のところと土台のところでねボコッと段差ができてしまうんですよ。それができないように前回の動画ではスムーズになるように削っていっていました。もし地爪と土台のところに結構段差できちゃったな、気になるなとベースジェルを塗ってから思った場合は、もう一度ベースジェルだったりとかクリアジェルを塗って段差のところをね少し厚めにして段差を埋めるようにして、まずはしっかりと土台の部分きれいにしていきます。カラージェルって結構ね下がデコボコしているところに塗るとデコボコ感結構気になります。あとカラージェルでデコボコ感隠そうかなって思ってちょっと厚塗りとかすると色の濃さがね変わってきたりしてしまうので、土台のクリアの時点でしっかりと綺麗にスムーズに表面をつるんとさせておきます。今回はこのねラメは私物です。ちょっとねこれの入手先は前に働いていたメーカーさんで、色をね作る時に混ぜるように持っていたものなので、この同じグリッター探したら多分販売とかはどっかではしてるとは思うんですけれども、なんかねクリアオーロラのグリッターなんですけど、光がピンクに光るっていうグリッターでね、これとっても可愛いんですよ。前はねなんか色作る時とかにこういう顔料とかグリッターとか単体を結構持ってて、それをね混ぜ合わせてサンプル作ってたりしたので、その時のグリッターが残っているので、そのグリッターと通常のグリッターのジェルをね混ぜながら塗っています。今回のお客様のオーダーのネイルはとってもシンプルなんですけれどもね、とっても可愛いデザインで、ピンクのグリッターの一色のような感じなんですけれども、そのグリッターが光に当たるとピンクに光るオーダーだったんです。なので光が当たるとピンクに当たるグリッター、そうだ持ってると思い出してちょっと探し出しました。でこの上にもう一回シアーなピンクカラーを表面に塗ってグリッター感をね少し沈めておきます。このギラギラしすぎない感じがまた可愛いですね。ニュアンスネイルの時だとムラ感というものがとっても可愛いので、グリッターとか箔とかを埋め込んだ時にそのままもうね上からカラージェルを塗って、そのグリッターとか中に入れたものに色が引っかかってムラ感を出すというのをねかなりいつも私好きでやっているんですけれども、今回は綺麗な一色のグリッター、ピンクのカラーというニュアンスネイルではないデザインを作りたかったので、グリッターを塗ってから一度間にトップジェルを挟んでから表面がつるっとした状態にしてからシアーカラーを塗ることによってムラ感のないシアーなピンクのグリッターのワンカラーを作っています。グリッターの前に一度トップジェルもう塗っているので、仕上げはツヤ出し用のノンワイプトップジェルを塗ったら完成となります。
この前コメントでご質問いただきましたが、ノンワイプトップジェルはツヤが本当にとっても綺麗に長持ちするので、最後に仕上げようとして塗っています。そしてノンワイプトップジェルはね、かなり薄付きなものが多いので、先に一度しっかりと通常のトップジェルを塗って硬さと厚みを出してから、仕上げのツヤ出し用として最後に塗っています。こんな感じで完成いたしました。よく見てください。遠くから見るとね、普通のグリッターのデザインなんですけれども、近くから見るとグリッターが一粒一粒がね、このピンクに光るんです。よく見るととっても可愛いネイルに仕上がりました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。次回はそろそろね、次回のネイリスト検定のさくらんぼアートの動画をアップするので、またしばしお待ちください。また見に来てね。